分に折ることによって中がちょっと蒸されるんですよ。それで少し外側はサクッと中はもちっとした食感も生まれるんで、この畳み方は結構大事。おはようございます。今日はこれからどこに買いますか？これから卵と牛乳を買いに近くのちょっとスーパーまで。いつも朝出勤する前に買い物されたりとか結構多いんですか？そうですね、だいたい朝に行きますね。つくえクレープさんで働かれてどれぐらいになるんですか4年が経って今5年目ですね。この前は居酒屋の店長として働いてました。その居酒屋の店長やってる時代がコロナで、結構厳しい状態というか、なかなかお客さんが来ない状況でして、もともと横須賀が地元で、いつか横須賀でお店をやりたいなと思ってて、コロナのタイミングで会社を辞めて、コロナの時期ではありますけど自分でお店をやりたい決心して、千葉の市川にある美味しいクレープ屋さんがあるっていうことで、そこを食べに行ったら、クレープってこんな美味しかったのみたいなで衝撃を受けて、フランチャイズってやってませんかみたいな、直談判じゃないですけど、それで聞いたら、そのクレープ屋さんが考えてるんだよねということで、そこからクレープをやる決意を決めました。もちっというよりはパリッとした感じのクレープで、そういうクレープ屋さんがなかったので、マーケティングじゃないですけど流行るんじゃないかなみたいな感じで、それも一つの理由ですね。結構横須賀が好きなので横須賀からあんま、出たくないというか、横須賀という街でお店をやりたい。はい。牛乳何本ですかそれ？だいたい16かな、今日は。あんま買い物ないっておっしゃってましたけども、2つのカゴほぼいっぱいそうで。です。種類が少ないって言うことですね。本来は牛乳とか業者の方が楽だったりとかもするんですけど、なんだかんだ今のところはまだこっちの牛乳が安いのでなるべく仕入れとかは安くしてね、今結構物価上昇とかもあるので、なるべくね、お客さんへの価格は変えずにやっていきたいところです。メニューはそれこそスーパー行ったりとかして果物が季節のものが出てるんですると、こういうのを使ってなんかこう想像して作ってみようみたいな感じで試作繰り返して、本部に申請していいですよって許可もらえば販売できます。他のインスタグラムとかもフォローして、ご飯屋さんでお惣菜とかでもそれで見て、これいいかも、クレープに置き換えられるかなみたいな感じで試作してやるっていうのもあります。
返しレープの形。はいかわいい。作ってくれてお客さんがすごいですね。そうめちゃくちゃリアルで。だいたい45枚ぐらいは焼けると思います。よいしょ。オープンしたての頃は本当にお客さん来てるかすごい不安だったんですけど、結局すごい列ができて、まあ僕がちょっと作業にも慣れてないっていうのもあったんですけど、列ができてくれたことにはまあ嬉しい悲鳴というか、その時は本当大変でしたけど、はあ、なんとか頑張るぞみたいな感じにはなりました。ジップロック持って今そうなんです。こだわりですか？いえ、たまたま見つけて、でまあこだわりかレモンだったんでレモンにしようっつって。うちの魅力の一つでもあるこのカスタマイズクレープって言って、まあ、ベースクレープを選んでもらって乗せれる限界ありますけど、好きなようにトッピングができるっていうのも、もちろんまあここのベースから、トッピングすることもできるので、なんかホイップクリームは食べれないんだけどどうしたらいいって言ったら、もうホイップ抜きもできます。ちゃんと値段も引かれますし、結構そこは強みというか、他のクレープ屋さんだと値段変わらないんだけどホイップなしできるんだけどっていうところもあって強みです。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。よし、来てくれるだろうなって。言ってない。本当のチョコカスタードバナナホイップ。はい。 2色のぶどうのクレープです。ぶどうで、はい。他のクレープ屋さんに比べて温度は高い方かもしれないです。やっ
ぱ表面をパリッと仕上げるためには結構やっぱ高温で一気にこう表面を焼いていかないとそのうちのパリッとした食感が出ないので。ぶどうのクレープ。お先に2つお渡しします。はい。チョコバナナホイップとこっちがチョコカスタードバナナホイップなんです。お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。また来ます。はい、お気をつけて、またお願いします。一つ使えば結構誰でもできるけど、まあ誰でもか、まあもう練習次第ですね。これが次は必ず生地になります。これが水耕栽培のレタス。水耕栽培はもう水だけで育てたレタス。すごいシャキシャキです。で最後にマヨネーズ。
折ることによって中がちょっと蒸されるんですよ。それで少し外側はサクッと中はもちっとした食感も生まれるんで、この畳み方は結構大事。こんにちは。旅行ですか？あ、実家に。あら。ぶどう、はいよ。どうします？そのまま？あ、そのままで大丈夫です。インプラント注射、インプラントやるっつったの。あ、へだからお酒飲めないっつっー。かわいそう。て。茨城だっけ？あ、そうです、そうです。茨城の？ミート。あ、見た。普通です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。また。はい、また。はい。気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。行きます。7割、8割は常連さんなので、まあ本当に何回も来てくれると、ああいう感じの会話に自然になったりとか。いらっしゃいっていうか、こんにちはって感じで。あ、そうですね。そうです、そうです。アットホームな感じで、会話は限りなく積極的に声かけてます。どんなに美味しくてもね、せっかくがちょっと気持ちよくなかったら後味悪いじゃないですか。自分がなんせやっぱ楽しく働いてるのがそのままお客さんにも影響出てきちゃうから、まあ、楽しんで働くのが一番かな。レモンソースとクリームチーズホイップで。おい、超ヘビーユーザーさん。そうですね。で毎回動画をそう撮って。すごいこう、すごい人気者になったみたいなカメラ向けられて。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これも今思いつきなんですか？思いつきでうまいかな、これやったらうまいかな、どうかなって感じで、コロッケをそうトウモロコシが入ってます。
どうですか？まだコロッケ食べてない。うまいです。ボリューミー。しっかり。これ1個でもお昼全然十分なぐらい。なんかもっとこうした方が良さそうとかもありますか？パンチが欲しかったらちょっと塩コショウ振ってもいいのかな。でも十分だと思います。これは今後お店出せそうですか？はい。出せます。店長の気まぐれまかないクレープ。店長の気まぐれまかないクレープはたまに出るんですか？たまに出ます。今まで試作して、はい、これ失敗だったわっていうやつとかって何かありましたか？失敗っていうと難しいなっていうのが、生のマグロをそれを使って、まあお客さんのリクエストだったんですけど、マグロを渡されてこれで何か作ってって言われて、いやでも生はさすがにちょっと合わないなってなって、味付けは韓国風のちょっとコチュジャンとかそういう感じの味付けにして、でやっぱちょっと生だとあれだったんで、半生みたいな感じでちょっとバーナーとツナみたいな感じでやったのは、難しかったですね。お味の方は？お味の方、まあ美味しいっては言ってくれましたけど、はい。でもなかなか個人的には難しいなって、思いました。ポテチで、はい。お待たせしました。はい、ありがとうございます。お気をつけて。新メニューとかはお客さんにこういうの食べたいって言われたりしますか？言われますね。こういうのやってほしいとか、まああとはインスタグラムとかでどういうクレープがいいとか、そういうのをやってくれると反応してくれる方がいらっしゃるんで、まあ可能な限りは期待とかそれに応えてやったりとかはしてますね。少々お待ちください。このクレープと、はい、あとアイスコーヒーを。コーヒーで。はい。
最初は誰でも焼けないと思うんですけど、オーナーが山口さんっていうんですけど、山口さんも優しく大丈夫、何回か焼けば焼けるからっていう。最初その1回教えてくれた時は結構焼けてたんですけど、でいざお店をこう内装したり準備して、じゃあ機材届きました、で機材届いたのが1週間前とかだったんですけど、よし焼いてみようっつって焼いてみたらなんか下手になっててやばいってなって、もうあとオープン1週間切ってるから、その日に生地もう100枚ぐらい焼いて、はい、コツ掴んで焼けるようになりましたね。お待たせしました。アイスコーヒーと2色のぶどうです。はい。ありがとうございます。お席はご順にご利用ください。今日はぶどうが人気ですね。そうですね。結構日によって固まったりしますか？これ今日出るなみたいな。で固まりますね。栗の時もあるんですけど、今日はぶどうが多いですね。栗のあんですね。クレープ屋さんとかで他のお店をこうリサーチみたいにしに行ったりするんですか？はい、行きます行きます。横須賀でできたクレープ屋さんは多分一通り行って、横須賀から出ない。まずはでも旅行行った先でクレープがあれば買ってるかもしれない。買ってますね。過ごしやすいですね。あんま都会してないし、海もあるし山もあるし川もあるからちょうどいいんですよ。人も多すぎないから。
地域密着でやってますから、地域に愛されるようなクレープ屋さんを目指してやってます。うちのクレープは1週間に1度の贅沢なクレープっていう感じで、お仕事頑張ったり何かをね頑張って成し遂げたっていう時にクレープ食べよう、甘いもの食べて贅沢な気分、幸せな気分になってほしいっていうところでうちを使っていただけたらすごい嬉しいなっていう感じで、本当に毎日コツ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 と日々やってずっと愛される、長く続けられるようなお店を目指していきたいなと思います。お待たせしました。はい、どうぞ。